苔は水くちょっと見えない。どいてくれ。こんな感じで低床の汚れを取っていきます。なんと南沼エビが凍卵しました。はいどうも、ビバです。今回はこちらの20センチキューブ水草水槽の定期的な管理方法についてご紹介をします。この水槽は過去2回動画を出していて、セットアップ編と生態導入編をご紹介しています。セットアップ編ではこの流木の組み立て方だったり、フィルターのセッティング、低床と裏側にソイルを入れたり、水草を植えたり、そういったセッティング全般をご紹介したのと、生態導入編ではバクテリア剤を使って即日魚を入れる方法をご紹介しました。今回この水槽、魚入れてから9日か10日ぐらい経ってると思います。生態の調子はすこぶるいいですね。それと、なんと南沼エビが凍卵しました。意外と早かったので、ちょっとびっくりしてたんですけど、このまま稚エビが生まれてくれたら嬉しいですね。今回の動画では、今後この水槽を管理していくにあたって定期的に水替えをしていかなければいけないので、水替えの方法と今後発生してくる苔の対処方法、それとまだ皆さんの手元に余っているであろうバイコムの使い方について紹介をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回紹介する水替え、苔掃除、バイコム、この3つはおそらくワンセットになると思います。順番としてはガラス面につく苔を掃除して、プロホースとかを使って水替えと低床掃除、そして減った分の水を補充するときにバイコムを使う。これがワンセットになってくると思います。ガラス面の苔については一見ガラス綺麗に見えるんですけど、近づいてみると実は微細な苔が生えています。自分が気にならなければ全然問題ないんですけど、これを放っておくとガラス面が緑色になっていって、せっかく綺麗に作った水槽が干渉面で悪くなってしまいます。苔は水草ちょっと見えない。苔は水草にもつくんですけど、水草につく苔は茶苔とか、あとはさっきのガラス面についたような短い糸状の苔とか、あとこの水草別の水槽から持ってきた時に最初からついてたんですけど、黒ひげ苔とかこういった苔がつきやすいです。茶苔とか緑色の糸状の苔は苔取り生態が食べてくれます。黒ひげ苔についてはこの水槽の中には食べてくれる生態がいないので、ピンセットで根元からつまみ取ったり手作業で取ることも可能です。例えば時間が経過して葉っぱ全体に苔が広がってしまったら、この葉っぱごと切り取ってしまうのもありだと思います。時間が経ってくると流木にも苔がつきます。流木につく苔も苔取り生態が食べてくれることが多いです。ただもちろん全ての苔を食べてくれるわけではないので、生態が食べてくれない苔は歯ブラシとかで落とすこともあります。ではまずガラス面の苔を落としていきます。大きな水槽とかで一般的に使われるのはこちらのスクレーパーというツールです。これは長い棒の先端にカミソリの刃がついていて、これをガラス面に押し当ててスライドさせるとガラス面の苔がきれいに取れます。ただ小型水槽では若干取り回しが悪いかもしれません。Amazon とかでは1500円から2000円ぐらいで買えると思います。またジェックスさんからマルチスクレーパーという商品も出ています。これも同じく先端部分をガラス面に押し当ててスライドさせることで苔を落とします。ただ僕の買った個体はちょっと精度が悪くて何往復もしないと苔を落とすことができません。これのメリットは何といってもその安さ、300円ちょっとで購入することができます。ただこういったものをわざわざ買わなくても、実は定規でもガラス面の苔を落とすことができます。使い方は同じくこのフラット面をガラス面に押し当ててスライドするだけです。一番苔を落としやすいのはこのカミソリタイプのスクレーパーですね。ただ今回はスクレーパーを使いません。今回使うのはメラミンスポンジ。100均とかでも買えるメジャーなお掃除グッズです。これがガラス面の掃除にもとても役に立ちます。ただこのサイズだとちょっとでかいので、このぐらいのサイズにカットして使います。これはどうやって切ったんだったかな。半分の半分の半分。あれまだちっちゃいな。9分割したのか。こんな感じのサイズのもので十分です。これをピンセットに挟んでガラス面に押し当てて苔をこすり落とします。実際にやっていきましょう。ガラス面の掃除や水替え、低床の掃除、メンテナンス作業をするときは水槽のフィルターを止めておきます。ではこれでガラス面をこすっていきます。この一見綺麗なガラス面ですが、
こすっていくと綺麗ですね。あれ、あんまり汚れてないのか？もうちょっとやっていくか。どいてくれ。おかしいな。ここでこんなに綺麗なガラス面も実はこんなに汚れているっていうのをやりたかったんだけど、もうちょっといっぱいこすっていこう。さあ、これでどうだ？全面のガラス一面まるっとこすってみました。こんなに綺麗だったガラス、実はこんなに汚れています。あんまりかな若干緑になってますよね。こんな感じでガラス面の苔はメラミンスポンジを使うと簡単に落とすことができます。綺麗ですね。メラミンスポンジを小さく切ることで細かいところまで入り込むことができます。もちろん大きい状態で使えば広い面を一気に掃除できるので効率が上がります。ただメラミンスポンジを大きい状態でやると結構水がダップンになるので、水が溢れないようにだけご注意ください。それとこの低床砂利ですね、これをメラミンスポンジの間に挟まないように気をつけてください。スポンジとガラス面の間に砂利だったり小石だったりを挟み込んじゃうとガラス面に傷がついちゃいます。せっかく綺麗なガラス水槽なので、できれば綺麗なまんま長く使いたいですね。続いて水替えを行います。今回はプロホースエクストラ S を使います。それと十分な容量のバケツを用意します。なんで苔取りをしてから水替えを行うのか疑問に思う方もいると思うんですけど、ガラス面の苔掃除を行うと水槽の水の中に苔のかけらが舞っちゃう場合があります。それがまた苔の原因になったりするので、まず苔を掃除して、その後に水の中に舞った苔ごと水替えをしてしまう。この順番がとても合理的だと思います。ではプロホース使っていきます。まずホースの先端が内側に来るようにバケツに取り付けて、水槽の中にパイプを入れてポンプを数回プッシュします。すると水槽の水がバケツに流れていきます。一旦流れ始めたらポンプはプッシュする必要はありません。サイフォンの原理でどんどんと流れていきます。水替えをするだけならこれで OK です。ただ今回は低床の汚れも取りたいので、パイプの先端を低床に突き刺します。すると低床内の汚れが舞い上がってバケツの中に水とともに汚れが排出されます。とっても簡単ですね。こんな感じで低床の汚れを取っていきます。ただ低床の中にも水槽をきれいにしてくれるバクテリアがいます。なので低床の掃除はそこまで頻繁にやる必要はないと思います。食べ残しとか魚の糞が溜まりすぎてきたら低床の掃除をするようにしましょう。今回も3分の1程度の水替えに留めておきます。プロホースはこのまま引き上げちゃうとパイプの中の水が水槽に戻って低床を巻き上げちゃいます。なので指でパイプの先端を押さえて抜きます。バケツの中にパイプの水を落とします。これで水替えと低床の掃除完了です。続いて水槽に水を足していきます。これは水道から出した水です。この水道から出した水、この水道の水温と水槽の水温を合わせます。寒い時期じゃなかったら部屋の中に置いとくだけで水温は同じになってくると思うんですけど、寒い季節とかだったらお湯を足したりして水温と合わせます。だいたい同じぐらいの水温になったらカルキ抜きを入れて、これで準備は OK です。水槽に水を入れるときは勢いよく入れると低床が舞っちゃうので、自分の手などで水を受け止めてあげます。すると低床は舞いません。これで水替え作業完了です。水替えの頻度については後ほどご紹介をします。そして最後にバクテリア剤を追加します。今回も使うのはバイコムスターターキットはこの3つの液体を水槽に入れることで水槽の環境を整えてくれます。水替え時に使うときは水を変えた量に合わせてバクテリアの追加量も変更します。ボトルの中には沈殿物が溜まっているので、これを振ってこの状態で水槽に点火します。シリンジで吸い出して水槽に点火します。ピンクボトル必須。これで OK ですね。これでこの水槽の定期的なメンテナンス、苔掃除と低床掃除、水替え、バクテリアの追加、ワンセットで行いますが、そこまで大変な作業ではないですね。これまでの水槽の管理とこれからの水槽の管理をまとめていきたいと思います。まず生態を導入した時にバクテリア剤も一緒に投入しました。
魚をすぐ入れる場合はバイコムは欠かせません。必ず併用するようにしてください。そして魚導入から3日目で3分の1水替えを行いました。その際も水替え量に合わせてバイコムを追加しました。そして現在9日目だと思うんですけど、2回目の水替えを行いました。今回の動画でご紹介した作業ですね。今回はガラス面の苔掃除と簡単な低床掃除、そして3分の1水替えとバイコムの追加を行いました。これがここまでの管理方法。そしてこれからの管理については変わらず3日おきぐらいに3分の1水替えでいいと思います。その際も必ずバイコムを追加します。多分青いボトルの方が減りが早いと思うんですけど、なくなる頃には水槽は完全に安定してると思います。余ったピンクボトルは適宜使っていくと良いと思います。そしてガラス面の苔掃除については苔が発生してきたら適宜掃除をするようにします。低床の掃除についてもそこまで頻繁にやる必要はないと思います。これは別の水槽なんですが、低床掃除をしないと低床の隙間にこういった細かい汚れが溜まっていきます。これは魚やエビの糞だったりその他いろいろなものが分解されてどんどん溜まっていくんですけど、これはさすがに掃除しなさすぎかもしれない。これは後でちゃんと掃除をしておきましょう。そんな感じで3日に1回程度の水替えを行っていけばいいかなと思います。もちろんこれは我が家のこの水槽での管理方法なので、例えば別の生態が入っているとか生態の数が多い少ない、そういったところでも変わってくると思います。そのあたりは管理をしていくにつれてだんだんつかめてくると思うので、とりあえずは3日に1回3分の1水替えでいいと思います。そうそう忘れてました。 LED の照明時間。 LED ライトは水草とか魚をきれいに見せてくれるんですけど、これを24時間つけっぱなしにしてると水槽の中があっという間に苔だらけになってしまいます。 LED の照明時間はだいたい6時間から8時間、最初は6時間ぐらいでいいと思います。スマートプラグとかを使って時間管理をすると楽になるので、そういったものもぜひ活用してみてください。というわけで今回の動画は以上です。20センチキューブ水草水槽シリーズ第3弾定期メンテナンス編でした。今後はこの水槽の成長過程なんかをお伝えできればなと思います。もしかしたら生態の入れ替えとかも行うかもしれないんですけど、そういった場合はまた動画にしてご紹介をしていきます。あと水草のトリミングとかありますね。伸びすぎた水草をカットして植え直したりする。それも動画にできればなと思いますので、もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。この水槽は再生リストにしてまとめてますので、下の動画説明欄からチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。